どうも、ケイスケです。こちらのカメラ ZV-E1 ちょうど届いて1週間ほどが経ちました。で、買ったって人どのぐらいいるんでしょうか。コメント欲しいんですけども、今日はですね、このカメラ ZV-E1 はね、結構注目度高いと思うんですけども、この ZV-E1 にじゃあぴったりのレンズは何なんじゃというのを、実際使ってみて、このレンズぴったりだわ、このレンズ合わないわっていうのを僕の中で決まってきました。ということで今回はそのおすすめレンズ7本厳選しました。基本的にはこういう用途にこのレンズおすすめっていう形で紹介していくので、ぜひ自分の用途に合ってると思ったレンズはチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで早速いってみましょう。はい、ということで今回は ZV-E1 にぴったりのレンズのお話なんですけども、ZV-E1 どういうカメラかっていうと、サクッと紹介すると、動画性能めちゃめちゃピカイチっていうカメラです。で、写真に関しては、電子シャッターなんでほんとおまけみたいな感じですね。ほぼ動画で使うっていう用途が多いんじゃないかなと僕は思っていますが、いかがでしょうか。なので今回ご紹介するレンズも基本的には動画で使うよっていうのを前提にして、考えて選出しております。で、動画に使う時に1点なんですけども、今回の ZV-E1 から、ソニーの手ブレ補正がアップデートしまして、今まで、手ブレ補正なし、手ブレ補正スタンダード、手ブレ補正アクティブっていうまでだったんですけども、それがダイナミックアクティブというより強い手ブレ補正っていうのが追加されました。結構ちょっとクロップされちゃうんですけども、その代わり手ブレ補正が強くなるという機能が搭載されてるんで、その辺も考慮しております。ただこのね、手ブレ補正っていうのがソニー純正レンズの方が効きやすいんですよね。なので全体的にソニー純正レンズの方がおすすめする率が高くなっちゃいます。もちろんタムロンとかシグマとか他のねメーカーのレンズっていうのもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。で、僕の中でのおすすめを3ジャンル分けました。広角ズームレンズと標準ズームレンズと、あとは単焦点ですね。この辺の3本に分けて、ご紹介していきます。まず広角ズームレンズですね。広角ズームレンズおすすめが、まず1つ目、タムロン 20mm、40mm、F2.8 のレンズ、これ最高で、続いて僕今ちょっと持ってないんですけども、ソニー 16-35mm-F4G のレンズと、もう1本これもねちょっと今手元にないんですけども、ソニー 10mm、20mm-F4G のレンズ、この3本ご紹介していきます。で、まず持っているレンズからご紹介すると、こちらタムロンの 20mm、40mm-F2.8 のレンズ、これはねもうめちゃくちゃ僕も好きなレンズです。なんて言ったってめちゃくちゃコンパクトで、広角 20mm からいけて、望遠側は望遠とは言わないんですけども 40mm あたりまで伸ばせるという感じになります。20mm っていうと自撮りも全然できる感じで、40mm あたりだと物撮りもなんとかテーブルフォトとかね、そういうのも撮影できるかなという感じになります。写真でも僕は使うし、動画でも全然使えるレンズですね。かつこんなにコンパクトなのに F2.8 投資なんですよ。なんでボケ感が良かったりとか、あとは明るく撮影ができたりもするっていうのもめちゃくちゃいいところだなと思います。やっぱ今回の ZV-E1 って本体がコンパクトで軽いっていうのが1個の特徴なんで、レンズとかもある程度軽いものの方が相性いいと思うんですよね。で、そう考えた時に F2.8 投資で 20mm から 40mm までいけて、この軽さって他にはないんですよ。もうタムロンしかないの。なんで結構このレンズを ZV-E1 で使ってる人も多いと思います。結構有力候補、一番ぴったりって言っても過言ではないぐらいのレンズだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。1個このレンズで注意点を言うとすれば、ソニー純正のレンズではないので手ブレ補正の効きがやや悪くなります。20mm っていう広角なのでそんなには大きく気にならないかなと思うんですけども、やっぱり若干手ブレ補正の効きは悪くなるので、ちょっと自分自信ないなと思う方はもしかしたらソニーのレンズの方が相性がいいかもしれません。で、この動画ね、ZV-E1 ではないんですけどもソニー α7S3 かなと、このタムロンのレンズ使って、撮影しているので、手ブレどんな感じだよっていうのはこの動画見ていただければなんとなくわかるかなと思います。全編ね、このタムロンのレンズで撮影しているので、ぜひチェックしてみてください。ということで1本目はタムロン 20mm、40mm-F2.8 のレンズでした。続いて2本目がソニー 16-35mm-F4G のレンズです。
これもねまたいいんですよね。で、こちらのレンズ僕はねちょっと今手放しちゃったんですけども、16mm っていうかなりの広角から 35mm までいけるレンズとなっています。F4 って言ってさっきのねこのタムロンのレンズから比べると一段ボケ感が弱かったり暗くなったりしちゃうんですけども、そもそも ZV-E1 っていうのがすごく暗いところに強いカメラになっているので、F4 のレンズでも全然十分使えるんじゃないかなと思います。でかつこのレンズ1個の特徴として電子ズームっていうのが中に入ってるんですよね。カメラのレバーとかを使って電子的にズームができるよってやつなんですけども、この ZV-E1 もこのねシャッターボタンの前のところにズームレバーがついています。なのでその 1635mmF4 のレンズであればここのねズームレバーを使ってズームすることもできるんで、そういった意味でも結構相性はいいんじゃないかなと思います。今回の ZV-E1 からさっき言ったダイナミックアクティブモードっていう強い手ブレ補正が追加されたんですけども、その代わり結構画角が狭くなっちゃうんですよね。なので1635mmってかなり広角から撮影ができるので、ちょっとぐらいこうクロップされたとしても結構広めに撮れるんですよ。そういった部分もメリットかなと思いますので、さっきのタムロンのレンズよりもちゃんとね手ブレ補正を効かせたいよっていう方は、こちらのソニーの 1635mmF4G のレンズを選んでみてください。ということで2本目のレンズはソニー 1635mmF4G のレンズでした。で続いて3本目のレンズ、これね詳しい方はこのレンズなのって思った方も多いと思います。でこのソニーの 10mm20mmF4G のレンズなんですけども、このレンズなんとフルサイズ用ではなくて APS-C センサー用なんですよね。でこの ZV-E1 っていうのはフルサイズセンサーのカメラです。APS-C っていうと FX30 とか α6400 とか、その辺のカメラに使う用のレンズを想像すると思うんですけども、本来フルサイズのカメラに APS-C のレンズをつけるとそもそも映る広さっていうのが APS-C 用にしか設計されてないんで、周りがこんな感じで暗くなるんですよ、本来はね。なんですけども、今回の ZV-E1 ダイナミックアクティブの手ブレ補正っていうのがさっきから言ってますけども追加されたおかげでですね、結構周りがクロップされるんですよね。なので実はねこのレンズをつけて普通に使ってみてもこの毛られ黒い部分っていうのが出なくて撮影できるんですよね。これすごくない？発見だよね。でこのレンズ何よりいいのがめちゃめちゃ軽くて 178g っていう超軽いレンズなんですよ。でかつ 10mm から 20mm っていうめちゃめちゃ広角のズームレンズで、F4 通しで撮影ができるという感じになっております。難点というと、さっきから言ってるダイナミックアクティブ手ブレ補正っていうのを基本的にはオンにしておかないと周りが蹴られちゃうので、ちょっとそこがめんどくさいかなというところ。あと ZV-E1 に APS-C 専用のレンズっていうのをつけちゃうと、このね ZV-E1 自体が APS-C 専用のモードになっちゃうので、それをね設定から解除してあげなきゃいけないんですよね。それは手間ってほどではないんですけども、それをオフにしなきゃいけないよっていうのはあるものの、ダイナミックアクティブ手ブレ補正で基本使えますっていうのであればこのレンズめちゃくちゃぴったりかなと思います。超軽くて超コンパクトで F4 通して 10mm から 20mm めっちゃ広角いけるって素晴らしいレンズですよね。他のねフルサイズのレンズにはない性能をしておりますので、ぜひよりコンパクトにしたいよという方はこのレンズ使ってみてください。ということで広角レンズ最後の3本目は、こちら 10mm20mmF4G のレンズでした。 APS-C 用だけどなんと使えるっていうね。ということで広角レンズはこちらの3本でした。ケイスケの動画。そしてお次、標準ズームレンズですね。2本紹介します。よいしょ、持ってきました。で、標準ズームレンズっていうのはどういうものかっていうと、そこそこの広角から、中望遠ぐらいまで撮影ができるレンズのことを言います。で、結構やっぱラインナップが多くて僕も迷ったんですけども、中でも比較的軽くて使いやすいものっていうのをピックアップしてきました。で、それがこの2本ですね。片方はこちら。シグマ 2870mmF2.8 のレンズと、もう1本は最近ね発売されたレンズなんですけども、こちらソニー 20mm70mmF4G のレンズ、こちらの2本ご紹介します。で、どっちから紹介していこうかな。で、まずはじゃあこちらのソニーのレンズですね。基本的に標準ズームというと大体は 24mm スタートか 28mm スタートなんですけども、このレンズなんと 20mm スタートです。なので20mm スタートなので自撮りをした時に結構広く撮影ができるんですよね。それが1個大きなメリットかなと思っております。で、F 値は 2.8 ではなく4なので、ボケ感がやや薄かったりとか、あとは暗いところでもちょっと弱くなったりはするんですけども、ただ、比較的軽くてですね 500g 切ってるくらいの重さになっております。このぐらいならギリギリ自撮りでも僕は撮影できるかなっていう感じ。重たいけどなんとか許容ができるかなっていうのがこのラインかなと思います。
で、何より写りもめちゃめちゃいいのと、あとめちゃくちゃ寄れるんですよね。寄って撮影ができるっていうのもこのレンズの魅力の一つだと僕は思います。ソニーのレンズなんでもちろんね、この ZV-E1 の手ブレ補正もめちゃくちゃ綺麗に効きますし、その点も含めて僕は基本的にこのねソニーの ZV-E1 にこの 20mm70mmF4G のレンズをつけて使っていこうかなと思っております。難点としては1個値段が高いってところですね。これ18万ぐらいするんじゃなかったかな。結構値段高いんですよね。そこが一番のネックぐらいで、逆にそれ以外はあんまりネックな部分ないかなと思います。自撮りをしないよっていう方であれば 20mm から広角から撮れる必要はないかもしれないんですけども、自撮りもするし他のねところにも向けたいよっていう人はぜひねこのレンズチェックしてみてください。ということで、標準ズーム1本目は 20mm70mmF4G のレンズでした。で、やっぱ標準ズームの片方はソニー純正でね手ブレ補正ちゃんと効くよっていうレンズを持ってきたんですけども、もう1本はこのねシグマのレンズ外せなかったんですよね。こちら 2870mmF2.8 のシグマのレンズで、さっきのねこの 20mm スタートではなく 28mm スタートにはなってしまうんですけども、28から 70mm までいけて、これ F2.8 投資なんですよ。なんですけども、それでいて重さ 500g 切ってますと。そんなレンズ他にないから、他にないの。この軽さ、このコンパクトさで28から 70mm の F2.8 投資のレンズって他にないのよ本当に。で、値段も比較的安くて、この 20mm70mmのレンズから比べると多分半額ぐらいで買えちゃいます。確か8万とか9万とかそのぐらいの値段で買えちゃうんですよね。めちゃくちゃ良くない？でも難点としてはもちろんね手ブレ補正がね、さっき言ってたソニーのレンズよりはちょっと効きが悪くなるよってところではあるんですけども、あんまり普段から自撮りしない、もしくは自撮りは他のレンズでやるよっていう人はこのね28から 70mm シグマのレンズはめちゃくちゃおすすめです。僕も普段からね使っているレンズではありますので、なんか1本標準困ったなと、写真とか動画どっちも撮りたいんだよね、でも1本レンズどれにしたらいいか分かんないっていう人はぜひですねこのレンズチェックしてみてください。ということで、おすすめの標準ズームレンズ2つ目がこちら、シグマ 2870mmF2.8 のレンズでした。ケイスケの動画で、ラスト単焦点のレンズですね。単焦点のレンズは正直何でもいいっちゃいいんですけども、比較的コンパクトかつ、この ZV-E1 って Vlog カムって言われてるほどなので自撮りができるっていうところを考えて、2本選出してみました。で、片方は僕ね手元にないんですけども、こちら 24mmF2.8G のレンズと、もう1本は僕がね愛用してるこちらですね、ソニー20mmF1.8G のレンズです。こちらの2本選出させていただきました。で、まずは 24mmF2.8G のレンズ、これ何がいいかってめちゃめちゃコンパクトなんですよ。めちゃめちゃコンパクトで F2.8 の単焦点レンズで 24mm なので、なんとかこうね自撮りで撮影ができるんですよね。僕も ZV-E1 とこの 24mmF2.8G のレンズで、試し撮りとかしてみたんですけども、結構広く撮れるなっていう印象があります。ダイナミックアクティブにしてても普通に自撮りは全然できるぐらい、かつ手ブレ補正めっちゃ効くので、コンパクトにいきたいよという方はこのね 24mmF2.8G のレンズ結構おすすめかなと思います。で、同じようなラインナップで 24mmF2.8G と 40mmF2.5G かな、と 50mmF2.5G っていうね3本あるんですけども、その3本のレンズとほぼ大きさ一緒なんですよね。なのでその辺買い足していくと大きさとかほぼ変わらずコンパクトなまま、ちょっと望遠気味というかぼかして撮りたいなっていう時には 50mm のレンズ使ってみるとか、そういう風にカスタマイズもできるので、まずは1本目としてこの 24mmF2.8G っていうのはぴったりなんじゃないかなと思っております。やっぱせっかくね ZV-E1 使うのであればコンパクトに過ごしたいじゃないですか。で、手ブレ補正もちゃんと効かせたいよというところであれば、こうちょうどいいレンズとして 24mmF2.8G は上がってくると思いますので、ぜひ1本ちょうどいいレンズ欲しい方はこれチェックしてみてください。値段もね、6万とかその辺で買えると思いますので、比較的他のレンズから比べるとリーズナブルかなと思います。で、ラストおすすめレンズがこちらですね。ソニー 20mmF1.8G、 もうこれは幾度となく僕のね動画で紹介し続けてきたレンズなんですけども、20mm の単焦点です。20mm でさっきの 2.8 ではなく F1.8 のレンズ。
で僕はもうずーっとこのレンズ1本で、α7S3 だったり FX3 使って自撮りをずっとしてきました。まあやっぱコンパクトで軽いで、これ 400g いかない 360g ぐらいかな、 380g ぐらいか、とかだったと思うんですけども、そのぐらいの重さなので僕は全然自撮りでも使えちゃいます。でさっきから言ってる通りソニー純正のレンズなので手ブレ補正の効きもいいという感じ、かつ単焦点で画質もいいので広く普通に風景撮った時にも綺麗に描写してくれます。であと F1.8 っていう F 値がものすごく低いので、明るく綺麗に撮影ができますのでですね、僕はよくキャンプとか、そういう夜のシーンとかも撮影したりするんですけども、そういう時に自撮りしたいよとか広く撮りたいよって時にはもうこれ必ず持って行っております。やっぱ夜のシーンとかになるとこういうね F4 のレンズっていうのは、いくらね ZV-E1 が暗いところに強いカメラだよって言われても、この F4 のレンズとかだとやっぱ暗すぎるシーンではどうしてもねしんどい部分がありますので、そういう時にこういうね F1.8 のレンズ使うとほんと全然違うというかめちゃめちゃ綺麗じゃんと思いますので、そういうね夜暗いシーンとかよく撮影するんですよという方はぜひこのね 20mmF1.8G のレンズ使ってみてください。ということで単焦点レンズは2本ですね。 24mmF2.8G とこちら 20mmF1.8G のご紹介でございました。ケイスケの動画。はい、ということでおすすめレンズざっとご紹介してきましたがいかがでしょうか。レンズはね人それぞれです。今回ご紹介してないレンズが、ZV-E1 に合わないかって言われたら全然そんなことはないんですけども、今回は比較的自撮りもするよという方多いと思いますので、自撮りとか動画に使うよっていう方でかつ比較的軽いものっていうのを選出させていただきました。ある程度ね値段とかも考慮しておりますので、ぜひ気になるものがあれば概要欄にリンク貼っておりますのでチェックしてみてください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、アフタートーク。ちょっとしたものなんで動画で紹介するにはと思ったんですけども、最近めちゃめちゃ買っていいものがですね、この USB-C をライトニングに変換するやつです。僕やっぱライトニングのケーブル持ち歩きたくなくてですね、これ買ったんですけども、これめちゃめちゃいいのがこうやってね、USB-C ケーブルの先端につけておいて、でいざライトニングで iPhone とか充電したいなと思ったらこのね先っちょにピュッと、こうやってつければこれでライトニングケーブルになるという優れものです。しかもこれすごいのがここの部分ねシリコンみたいなゴムみたいな感じになっていて、ケーブルをこうくるくるっとしておくとこれでねバンドになるんですよ。こうやって僕はねケーブルのバンドがもともとついてたりするんですけども、ケーブルのバンドついてない方もいると思いますので、こうやってバンドにもなるこの USB-C to ライトニングの端子めちゃめちゃおすすめです。これもね概要欄に貼っておきます。しかも1000円で買えるのめっちゃ安いです。おすすめ。概要欄に貼っておきます。おすすめ